はい、すいません。お待たせしました。英和システムマネジメントの小林が、The Implementations of Advanced LR Parser Algorithm というタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。動いてるな。はい。改めて自己紹介です。今日はちょっと5分押したので飛ばしていきます。小林雄一と言います。X とか GitHub では Junk0612 という ID で活動しています。普段は英和システムマネジメントという会社で、Rails エンジニアをしています。また、社内に構文解析研究部という活動がありまして、その一員でもあります。LR パーサージェネレーター、リャマのコミッターを、趣味としてはしていて、その他に、パーサーもちろんなんですけど、音ゲーとかボードゲームよく遊んだり、俳句読むのを趣味にしてたりします。今年はですね、俳句の街で、開催できたのを嬉しく思っています。よろしくお願いします。で、私、LR パーサーギャングスという謎の集団に所属してまして、無限にパーサーの話をする楽器をやっています。で、今日はパーサーギャング3人目の、資格としてやってまいりました。今泉さんのキーノートにもありましたけど、パーサーって30分じゃとっても話しきれないんで、気になることができた方はぜひこの後声をかけてください。で、これ僕も忘れててさっき通知が出てきて慌てて写真撮ったんですけど、今この時間ちょうど毎月第3木曜日にやっている構文解析機研究部の活動時間です。皆さん部活動の新刊へようこそ。応募お待ちしております。少し弊社の宣伝です。Ruby 会議2025では、ドリンクアップスポンサーをしています。明日 Day3 の夜にですね、公式さんとお店をお借りしてドリンクアップ開催します。おかげさまで多くの方に参加登録していただいております。ありがとうございます。あと、ノベルティとしてですね、Ruby on Timeline というカードゲームを作成してお配りしております。私がディレクターでした。弊社メンバーが持ち歩いてますので、お声掛けいただければお渡しします。僕も持ってますので、よろしければお声掛けください。で、弊社からはスピーカー枠2名、カラオケ枠1名を含む合計11名で参加しております。いつもお世話になっております。はい。リャマの話です。リャマというパーサージェネレーターについてまずはおさらいしましょう。これはバイソンからの互換性を持つ Ruby 製の LR パーサージェネレーターです。CRuby3.3 からバイソンに変わって、パース Y から CRuby の内部パーサーを生成するのに使われています。今 CRuby3.5 向けの 0.7 系が開発中です。続いて、アドバンスド LR パーサーアルゴリズムって書いた IELR っていう話ですね、をしようと思います。これは LR パーサー生成のためのアルゴリズムの一種で、2010年に論文が出ています。オンライン上に公開されていて、で論文内でも言及されてるんですけど、Bison には、この論文の著者たちが書いた実装が入っています。今回の僕の発表は基本的にはこの論文に書かれた内容に準拠していて、発表中に何回か何もなしで論文っていう単語を使うんですけど、全てこの論文を指しますので、あらかじめご了承ください。で、この IELR をリャマに実装しましたというのが僕がここの1年やってきたことで、この実装を通して学んだこととか、どういう実装になったのかっていう話を今日はお話ししたいと思います。スライドに載せたのは最初に出したプルリクエストなんですけど、この後にいくつか、修正とか高速化とかを行って、現在のリャマの IELR 実装が出来上がっています。0.7 から使えるようになってますので、今皆さんのお手元でもお試しいただけます。簡単に使い方について触れておこうと思います。リャマをインストールした後、コマンドラインで実行するときにですね、-larged lr.type イコール IELR と指定してやると、IELR でパーサーを生成します。なんで、ああいう感じですね。指定しなかった場合はデフォルトの LLR で生成するようになっています。また文法ファイルの中に、%define を使って、同じように lr.type IELR と指定してやることもできて、こっちの場合はコマンドラインで指定しなくても、IELR でパーサー生成するようになります。両方指定した場合は文法ファイルに書かれている方を優先するようになってるはず。そもそも今 IELR しかないんで、あれなんですけど。余談なんですけど、今公開されているリャマ070はですね、まだちょっと IELR がエクスペリメンタルな機能で若干バグが残ってますので、ちゃんと動くものが欲しい方は GitHub のリポジトリからちょっとすいませんがクローンして使ってみてください。はい。最初に全体のまとめとして結局 IELR ってどういうものなのっていう説明を軽く触れておこうと思います。後で最後にまたまとめます。大きく理論面と実存面に分けて説明をしようとしていて、理論面としてはここまで読んできたトークンっていうものを情報として利用して次に出てくる可能性のあるトークンを LLR より正確にピックアップするという感じの説明になります。で、実践面としては、コンフリクトの情報を後ろから前に、ルックアヘッド情報を前から後ろっていうふうに伝播していくことで、コンフリクトの発生原因を特定して、可能ならばオートマトの状態を分割するというのが簡潔な説明になるかと思います。馴染みのない単語が多いと思いますけど、これから順番に説明していきますので、なんとなく頭の片隅に入れて聞いてみてください。
はい、では理論面からやっていこうと思います。ちょうど5分。いい感じ。LR パーサーというのはボトムアップ型と呼ばれる、葉から順に構文儀を作っていくタイプの構文解析アルゴリズムです。で、そのうちシフトリデュース型って呼ばれるものの一種です。名前の通りですね、シフトとリデュースっていう2つのアクションを、使い分けながらプログラムを前から順番に解析していくっていうアルゴリズムになります。シフトというのはレキサーに次のトークンをもらう、つまり、プログラムを読み進める動作。リデュースというのは読んできたトークンをまとめて親ノードを作るっていう動作になります。その時々の状態によって、シフトによってこうプログラムを読み進めつつ、全体、文法の中のある規則に、トークンの並びがマッチしたならば、リユーズして親ノードを作るというのが、LR パーサーの基本的な動作です。スライドには書いてないんですけど、想定してないトークンを取ったら当然エラーですし、適切な入力で、状態で入力の終わりを受け取ったらアクセプトっていう動作も一応あります。が、主にはこの2つですね。はい。で、簡単な動作例を持ってきてみました。0と1の足し算掛け算を表す式みたいなので、こんな感じの右のような、文法を考えます。で、この時1たす 0×1 っていう入力が与えられたとしましょう。まず何もなければ、パーサーはシフトでトークンをレキサーからもらって、で、1が来ました。で、1は、num の規則にマッチするんで、リデュースしますと。で、num は、エクスプレッション、単体の num はエクスプレッションにマッチするんで、もう一回リデュースします。で、ここまででリデュースするものがなくなったんで、パーサーは次にシフトを選択して、まだマッチしないので、もう一回シフトをする。で、ここで0が来ました。0は num にマッチするので、リデュースします。さらにエクスプレッションプラス num っていうのはエクスプレッションにマッチするので、リデュースします。で、マッチする規則がなかったので、シフトして、1が num にマッチするんでリデュースして、エクスプレッションかける num がエクスプレッションにマッチするのでさらにリデュースして、で、これで入力の終わりなんでアクセプトみたいな感じの流れですね。で、さっきは説明のためにさらっとこう規則にマッチしたからリデュースっていうふうに話したんですけど、ここに問題点が1個あって、規則にマッチしたという判断をどうすればいいのかっていう問題があります。パーサー自身はそれまで読んできたトークンの並びっていうのがある規則にマッチするかっていうのは当然知ってるんですけど、問題はその時にリデュースしていいかどうか。どういうことかというと、例を一つ持ってきました。これ Ruby っぽい、ぽいやつです。メソッド呼び出しを定義した文法ですね。この文法で定義されるメソッド呼び出しっていうのは、引数がなければカッコなし、引数があるならばカッコを必ずつけるっていう必要があるところにだけちょっと注意してください。で、この時、下の例のような入力が与えられたとしましょう。ここにいる人間の皆さんは十分に賢いので、これはもちろんカッコ付きで引数を渡していて、下の規則にマッチするっていうのは当然見ればわかりますよね。なんですけど、ある規則にマッチしたときはいつでもリデュースするっていうシンプルな方針で考えてしまうと、パーサーは最初にセーブびっくりをもらった時点で、これは上の規則にマッチしたからリデュースだって言っちゃうんですね。これじゃ期待する動作にならないと。つまり規則にマッチしたときはいつでもリデュースするっていう考え方だとちょっと素朴すぎて、どう頑張っても、この例だと下の規則の方ですね、にマッチさせることができないわけです。で、これをどうやって解決するかというと、一歩戻って、このメソッド名を読んだタイミングで、一個先のトークンを見ます。で、これがもし丸括弧だったら、下の規則にマッチする可能性があるので、リデュースしないでシフトをするっていうことにすれば、下のように、このように下の規則に進むことができて、最後まで読み進めることができるようになります。で、このように、その次のトークンが何であるかっていうのを、あらかじめ教えてもらう方法のことを先読みといって、LR1 っていう書き方をご存知の方はその1の数字の由来ですね。1個先読みをするから。で、そうすると次に問題になるのが、先読みしたトークンによってどのようにアクションを決定すればいいのかっていう話で、別の例を持ってきてみました。今度はですね、メソッド呼び出しに対して、コーチ if かコーチアンレスを必ずつけてくださいっていう、なんじゃそりゃっていう文法なんですけど、この時、この3つの下のやつですね、の入力が、順番に別々に与えられてきたことにしましょう。上の例から考えていくと、同じようにセーブびっくりを読んだ後、先読みのトークンがカッコだからシフトですねと。じゃあ真ん中はどうかというと、メソッド名を読んだ後、先読みのトークンが if でした。で、これは、その前に、if の前にはメソッドコールが必要っていうのが上のルールに書いてあるので、リデュースしてメソッドコールを読んだことにします。
じゃあ下の例はどうかというと、同じくメソッド名を読んだ後、先読みがエンドでした。これは文法上来ないはずですね。来ないはずのトークンなので、パーサーはエラーを表示して動作を終了するっていうことになります。で、こんな感じで簡単な例を持ってきてみましたけど、まとめてみると、大体こんな感じのことが言えますと。もし、先読みのトークンが今読んでいる途中の規則とか、自分が呼び出している規則に含まれているならばシフト。自分を呼び出した規則、つまり親とかもっと上の先祖とか、あるいは自分の直後兄弟にあたるような規則に含まれているトークンだったならばリデュース、そのどちらにも含まれていないならばエラーっていうことになります。正確な説明では今のは違うないんですけど、大体こんな雰囲気であると思っていただければ OK です。で、この時、どういうトークンの時にシフトをするのかっていうのは計算しやすいんですけど、自分が今読もうとしている規則をどんどん掘っていけばいいだけなんで簡単なんですけど、どういう時にリデュースをするかっていうのはもうちょっと難しい問題になっています。で、トークンの種類が1種類と限らないんですね。ということで、どういうトークンが来たらリデュースするのかっていうのを表す集合として、ルックアヘッドセットというものがあります。言語処理系においては言語というテクニカルタームはその文法から各規則を順番にバーって適用していって生成可能なテキストの全体を意味するワードなんですけど、 LLR と IELR の違いはこのルックアヘッドセットの生成方法っていうところの違いにあって、LLR は言語全体の中からある規則から生成される部分の次に出現し得るトークンの集合だし、 IELR の方は言語のうちパーサーがこれまで読んできたトークンによってフィルターされたその部分集合の中から構成される、ある規則で生成される部分の次に出現し得るトークンの集合みたいな感じになってて、ちょっと説明が長いんですけどこんな感じですと。もうちょっと平たく言うと、IELR では読んできたトークンで言語の各要素をフィルターして、で、ルックアヘッドセットのトークンもついでに絞り込むというようなことをやっているわけですね。で、LLR と IELR の、ルックアヘッドセットの違いを説明するための例を持ってきました。今度は if と while ですね、をテーマにしてみます。で、ここもちょっと注意してほしいんですけど、if の条件式の次には必ず then、while の条件式の先には必ず do が必要なことに注意してください。で、この文法を使って、また同じように3つ例を考えてみましょう。真ん中の例めっちゃ無限ループしそうなんですけど、置いといてください。上の例の場合は if valid まで受け取った後、先読みが前なんで、リユースすれば OK と。で、真ん中の例も一緒で while valid まで読んだ後、先読みが do なんでリユースすればいいっていうことになりますが、最後の例がどうかというと if valid まで読んだ後、先読みの結果が do でした。これもここにいる人間の皆さんは十分に賢いのでこんなの出てこないって分かると思うんですけど、LLR の場合ですね、さっきのそのメソッドコールから生成される、次のトークンの全部っていうのを取ってきてしまうっていう習性上、then と do 両方がルックアヘッドセットに含まれてしまうんですね、何を読んできたとしても。なので、この状況でメソッドコールをリデュースしてしまいます。IEL の場合は if を読んできたことを利用して可能性を絞り込むんで、この状況ではルックアヘッドセットに do が含まれないっていうことを、計算するんで do を先読みした時点でエラーにすることができます。で、ただ実はですね、この例って LLR でもきちんとエラーを検出することができるんですよ。なんでかっていうと、リデュースした後で改めてまたシフトをしようとすると、もうそこには do は来ないはずっていうのが分かるんですね。なので do が受け付けられないからエラーを知ることができるんです。じゃあ実際困んないんじゃないかっていうとそんなことはなくて、別の例を持ってきてみました。これはちょっと Ruby っぽい文法からは離れてしまうんですけど、こんな文法、考えてみましょう。で、これは冒頭に説明した論文の中に載っている例になります。ざっくり言うと、文法が表す言語っていうのは下の4つの、候補しかなくって、A か AA っていうのをA か B でサンドしてるみたいなイメージの、言語になっています。で、これを使って BAAB という入力に対してパーサーがどのような動きをするかっていうのを見てみましょう。これもですね、皆さんは十分に賢いので BAAB っていうのはパース可能であるっていうのはお分かりだと思うんです。
なんですけど、先ほどから何度かお話ししてますけど、LALR の場合、ラージ A のルールに対するルックアヘッドセットっていうのは A、B 両方を含むんですね。なので、どういう影響になるかっていうと、BA まで読んできて先読みが A だったっていう時にパーサーが困っちゃいます。A というトークンはルールにあるので、今読んでるルールにあるのでシフトの対象でもある。けど、親ルールの、そのラージ A の後ろにも含まれているので、リデュースの対象でもあるっていうふうになっちゃうんですね。シフトしていいかリデュースしていいか LLR パーサーは判断ができないということになります。で、さっきの if とか while の例と同じ原理で、IELR パーサーは同じようにルックアヘッドセットをフィルターリングかけて B だけを含むようにするので、この状況ではシフトを選択すればいいっていうことが分かって問題なくパースすることができます。で、ちょっと横道にそれるんですけど、大事な概念が出てきたので説明しておきます。今の例で LLR パーサーが陥ってしまったような先読みを使っても動作を1位に決定できないみたいな、状況のことを言語処理系ではコンフリクトと呼びます。このコンフリクトっていうやつは LLR パーサーを作るときに発生するパースエラーみたいなもんで、LLR だったら起こるけど IELR だったら絶対起こんないとか、なんかトリックみたいなおかしなコードを受け入れる Ruby が変な文法だから起きるとかそういう話ではなくって、なんか清く正しく美しくつつましく文法を書いていてもしょっちゅう突き当たるものです。で、これ2種類のコンフリクトっていうのがあって、シフトとリデュースがぶつかるシフトリデュースコンフリクトっていうのと、ある規則のリデュースと別の規則のリデュースがぶつかるリデュースコンフリクトっていう2つがあります。で、シフトコンフリクトはないのっていうとないんですね。なんでないかっていうのは後で聞いてください。時間がないんで。はい。ということで、ここまで理論的なお話をしてきましたが、ここからは、実装の話ですね、していこうと思います。2分ビハインドです。LR パーサーの内容、内部どのようなモデルになっているかっていうと、プッシュダウンオートマトンというオートマトンでモデル化されています。トークンの入力をトリガーとして状態遷移するいわゆる普通のオートマトンに加えて、右側にあるスタックを持っていて、これは状態遷移時に操作することができます。スタックに載っている情報は LR パーサーにおいては何かというと、通ってきた経路の、状態の番号ですね。ここでは番号を持ってます。で、これによってそのオートマトンがどういう経路を通ってきたかっていうのが分かるから、ポップしてやると逆戻りができるっていうのが、プッシュダウンオートマトンのその一つの利点になっています。で、LR パーサーのアクションがオートマトンではどう表されるかっていうのを改めて簡単に説明しておくと、まずシフトですね。赤い経路を通ってきて今、状態8のところにいるとします。シフトっていうのはこんな感じでレキサーからトークンを受け取って、受け取ったトークンに応じた経路を選んで一つ進む。で、状態遷移の時に行き先をスタックに積んでおく。で、リデュースはどうなるかっていうと、このスタックに積んできた経路を利用して、こんな感じでポップして、で、必要なところまでオートマトンの状態を戻した後、マッチした規則の左辺にあたるノードで遷移できる矢印に従って、一つ状態遷移をしますと。で、オートマトンが出てきたんで、ミステリアスコンフリクトというものについても軽く説明をしておきます。ミステリアスコンフリクトっていうのはさっきの BAB の入力の時みたいに、その IELR では起こらないけど、LALR だと起こるコンフリクトの一種、コンフリクトの一種です、つまり。で、ミステリアスコンフリクトっていうのはここまで何度か説明してきたように、その LALR と IELR のルックアヘッドセットの違いによって起こるものです。ILR だと、その特定の並びのトークンを読んできたときには、ルックアヘッドセットが変わるっていうことが分かったら、LLR のオートマトンから状態を分割して、そのミステリアスコンフリクトを解消するというのが流れです。で、LR パーサーって、元々の定義としては、いわゆるカノニカル LR っていう一番強いんだけど、実用的なほど速くはないみたいな、そういう種類の LR パーサーがあるんですけど、その状態をマージして作られるわけなんですけど、ミステリアスコンフリクトっていうのはその状態のマージによって、発生しますと。で、ここに書いてある3種類を軽く説明していきます。1つ目はミステリアスニューコンフリクト。状態のマージによって新しくコンフリクトが発生するようになってしまったっていうパターン。2つ目は、ミステリアスインベージブコンフリクト。これは状態のマージによって、片方がコンフリクトしてて、もう片方はコンフリクトしてなかったんだけど、両方のノードがマージされてしまったことによって、両方でコンフリクトが発生するように巻き込まれてしまったっていうパターン。で最後がミステリアスミューテーティッドコンフリクト。コンフリクトを含む遷移を他とマージしたときに、コンフリクトの内容が変わってしまうっていうパターンですね。
で、これ、状態を分割しても残るんだったら別に分割しなくてもいいんじゃないって直感的には思うんですけど、コンフリクトの内容が変わるってことは、パースできる入力が変わるっていうことを意味しているので、これはこれで分割する意義があるコンフリクトです。で、これはちょっと話が変わって、リャマの実装の話です。大まかにはオートマトン全体をそうか、ポイントあるんだっけ。全体を表すこのステーツクラスと、その下には各状態を表すステートクラス、それから各アクションを表すリデュースとシフトですね。シフトがあります。で、その後ですね、GoTo っていうのはまあここにあるんですけど、この GoTo っていうのは何かっていうと、さっき説明したリデュースアクションの最後に行う、左辺のトークンを使った状態遷移ですねを表すクラスです。で、シフトとリデュースはどっちもその状態遷移を表すっていうクラスなんですけど、違いは何かっていうと、シフトは必ず歴史が返ってくるトークンそのもので行う状態遷移で、GoTo は逆に非集団記号っていうある規則の左辺にある、つまり親ノードにあたるトークンで行う状態遷移ということですね。で、この2つがトランジションっていうその RBS の型でまとめられてて、ステートの方からトランジションズっていうインスタンス変数でアクセスできるようになっています。で、次に、IELR の実装における基本的なアイディアですね、についてお話しします。まず、コンフリクトが起こっている状態にアノテーションをつけます。ここで起こってるよと。で、それを前に、つまり、その状態に遷移してくる状態に対して、どんどん伝播していきます。で、初期状態から今度は、初期状態からルックアヘッドセットをこう後ろに再計算していって、で、その、後ろっていうのはつまり状態の遷移先のことですね。に、対して、ルックアヘッドセットをどんどん伝播していきます。で、途中でアノテーションのついた状態に対してルックアヘッドセットを伝播するっていう時に、伝播先の状態との互換性っていうものを確認して、今これコートつけてますけど、後で説明します。互換性がなかったら、遷移先の状態を分割して、新しい状態を作って、遷移先をそちらに向けるという流れになっています。で、コンフリクトの情報をアノテーションとして前に伝播していくために、まずはですね、新しいインアデクエシーアノテーションっていう、クラスを導入します。このアノテーションがついた状態っていうのはさっきお話ししたように、その先の状態遷移経路のどこかでコンフリクトが発生しているっていうことを表します。アノテーションにはコンフリクトが発生している状態、発生したトークン、どのアクションが含まれているのか、もし、リデュースだったらば、どの項に影響しているかっていう情報が含まれます。例えばこんな感じですね。オートマトンの中で2箇所コンフリクトが発生しているなら、まずはそのコンフリクトの情報を収集して、で、前の状態に伝播していくわけですね。で、さらに前の状態、前の状態、前の状態っていうふうにこういう感じで、伝えていくというイメージです。で、アノテーションの伝播が終了したら、今度は逆に先頭からルックアヘッドセットを再計算していきます。スライドに書いてあるのはこれ論文でのルックアヘッドセットが見察性質の要約のことで、これをそっくり、実装していく感じです。で、これはめっちゃ玄人向けの文章になってるんで、ここでは詳しく説明しません。後で聞いてください。ここで次にですね、登場した新キーワード互換性の話ですね、説明します。さっきの例もう一度持ってきてみました。この文法に対して LLR でパーサーを作ってみるとこの状態ができます。これは規則 A に関する内容を含んで読んでいる途中で1個目の A を読んだところっていう状態ですね。でお話しした通り、上の規則ではルックアヘッドセットに A が含まれているからリデュースすべきだと言っていて、下の規則では A が、規則内で続いているのでシフトするべきだと言っているので、これはコンフリクトが起こっています。で、この状態にはですね、2つの前状態が存在していて、上は、入力の最初から A だけを1個読んだ状態、下の状態は入力の最初から B だけを1個読んだ状態です。で、どっちもここからさらに A をシフトすると、右側のコンフリクトしている状態に遷移します。で、ルックアヘッドセットをよく見ていただきたいんですけど、ラージ A に関する規則の、ルックアヘッドセットっていうのは上の状態だと A だけ、下の状態だと B だけが含まれてるんですけど、その先でマージされちゃってるんですね。一応補足しておくと、これ LLR パーサーでは正しい振る舞いです。で、IELR でコンフリクトの情報が収集されて各状態にアノテーションが伝播していったとしましょう。アノテーションの情報から A についての動き
危ないよっていうのを気にして A についての動きをよく見てみると、上からはルックアヘッドセットが伝播されるので、上の状態を通ってきた場合はシフトリユースコンフリクトが引き続き発生しているっていうことが分かるんですけど、下の状態を通ってきた場合を考えると、こんな感じでそのルックアヘッドセットに A が含まれないので、遷移先でコンフリクトは発生しないはずっていうのが分かるんですね。で、こんな感じでそのルックアヘッドセットの伝播について詳しく見ていくことで、コンフリクトしている状態で、発生するはずのアクションがその先の状態でも同じように起こるのか、前状態でも同じように起こるのかっていう判定ができるようになります。で、これを論文中では互換性と呼んでいて、同じコンフリクトになるんだったら互換性がある、そうでないならば互換性がないというふうに表現します。つまり、下の状態を通ってきた場合は遷移先の状態との互換性がないので、状態を分割してルックアヘッドセットを再計算してやると、コンフリクトが起こらないように、下の状態ではコンフリクトが起こらないようにできるわけです。これが IELR のメカニズムになっています。ということで、これをリャマに実装して実際に動かしてみました。ところがですね、待てど暮らせど処理が終わんないんですよ。どれくらい終わらないかっていうと、2時間くらい裏でずっとガーって回してても全く終わる気配がない。ということで、大元のコンピュート IELR っていうメソッドがあるんですけど、そこにレスキューインタラプトを差し込んで実行して30分ぐらい待ってからコントロール C で止めてプロファイルを取ってみるみたいなことをやってみました。でこれはね、ぜひ持って帰っていただきたい、トリビアなんですけど、Ruby の実行をコントロール C で止めるとインタラプトっていう例がレイズされるんでキャッチすることができます。もし終わらないコードを書いちゃって本番で障害を起こしたみたいな、そういう時には試してみてください。ということで見てみると、いくつか原因が見つかりました。細かい話は他にもいろいろあるんですけど、今日はオートマトにループがあったっていうのと、ルックアヘッドセットの計算が遅かったっていうのと、不要なアノテーションを生成していたっていう3つをお話しします。まず1つ目、オートマトにループがあると、アノテーションの伝播がこういう感じで、単純に矢印の前に向かって伝播していくっていうと、ループがあるところでぐる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 回っちゃうっていうイージーなミスがありまして、これで無限ループに突入してました。それが終わるわけがない。ので、以前伝播したかっていう情報を入れて、とりあえずプログラムが終わるようにはなりましたと。で次に、ルックアヘッドセットの生成がちょっと遅かったんですね。さっきすっ飛ばした、ルックアヘッドセットの性質通りに、生成してると、小さい分母ファイルだと別に大丈夫なんですけど、パースバイだと全然終わんなくて。で、まずいくつかキャッシュとなる変数を導入しました。で、次にその LALR パーサーでルックアヘッドセットを生成するときに使われてた、SCC、強連結成分分解かなっていうアルゴリズムが、IELR でも利用できそうなことが分かったんで、それは事前計算してキャッシュに含めておくみたいな、そういう、対応をしました。で、これで終わらないから、1時間ぐらい待てば終わるかなみたいな感じになったんですね。で、最後に、不要なアノテーションの生成の部分ですね。さっきそのアノテーションを前状態に伝播していくっていう話をしました。これ愚直に行うと、こういうスライドみたいな、場合、図に出てきた状態に関して全部伝播していかないといけないっていうことになるんですけど、もしコンフリクトの発生源になるアクションの伝播がここで起こってるとするなら、今この赤くした部分のアノテーションだけ最低限あれば計算はできるはずなんですね。なのでそのアノテーションを伝播するときにここって関係ありそうっていうのをチェック入れるようにして、その余計なアノテーションっていうのを発生させないように、しました。で、他にもいろいろこれらの改善を入れた後、パースバイを対象にして動かしてみたらですね、実行速度が改善されてだいたい1分強で、パーサー生成が終わるようになりました。というのが実践編です。で、あと1分なんですけど、最後にちょっとだけ、これを Ruby に応用しようとしているっていう今後の話を、します。まずですね、パースバイから ILR と LLR でパーサー生成してオートマトの互換性っていうものをチェックしてみました。なんか互換性っていうとなんか昨日の藤田さんの発表みたいな雰囲気を考えちゃうんですけど、別にそういうわけではなくて、オートマトのテキストで吐き出す機能がリャマにはあるんですね。なので、それを単純にテキストで吐き出して diff 比較してみましたという感じです。で、これはdiff が出なかったんで、パーサーの互換性っていうのは保証されました。全く同じ動作をすることを意味してます。で、ともかくちゃんと動くパーサーができるようになったんで、次に考えているのが、4つの do ってやつですね。Ruby にはですね、カッコ付きメソッド引き出しの do と、while の do と、カッコなしメソッド引き出しの do と、ラムダの do っていう4つの do があるんですよ。
これ一部界隈では有名な話なんですけど、これをなんか IL の力を使ってこう切り込んでいけないかなみたいなのをアイディアとして持っていますと。素人考えとしてはなんかこんな感じでね、その前から見てった時に Do まで来た時これがどれに当たるのかっていうのはなんとなく判断できそうな気はするんですけど、なんかこの程度の例だったらそもそも Do 分かれてないよねみたいな気もするので、なんかどういうモンスターが出てくるかなみたいなのはちょっと怖いところです。はい。ということで、フューチャーワークとしては、まずですね、そもそも1分じゃ遅いっていうのを金子さんに注文つけられてるのでまずはもっと早くしないといけないかなと思っていますと。で、それから、今挙げた4つの Do とか、似たような別の問題もいろいろあると思うんですけど、そういうところに IELR っていう新しい武器を担いで潜っていきたいなと思っているところです。はい、最後にシャチです。パーサーギャングの金子さん、ワイダーさん、いつもありがとうございますと。それから、弊社公文解析研究部のコイックさん、SH さん、いつもありがとうございます。あと最後にですね、スライドの進みが遅い僕を気遣ってケツを叩いてくれた妻に、最大限の感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。はい、最後になりました。まとめです。この発表として IELR とは何かっていう質問について理論的な側面と実践的な側面から話をしました。これまで読んできたトークンを情報として利用して次に出てくる可能性のあるトークンを LALR より正確にピックアップするっていう話と、コンフリクトの情報を後ろから前に、ルックアヘッドセットの情報を前から後ろに伝播していくことでコンフリクトの発生原因を特定して可能ならばオートマトンの状態を分割するっていう、2つの話ですねをしました。はい。これで僕の発表を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。